今日は金曜日7日かな。これは在庫の観葉植物です。エスキナンサスマルモラタス。これは随分古くからあるんですけれども、あんまりこの頃ね市場には出なくって、それで欲しいなと思ってもなかなか買えるもんでもないんですけれども、だから懐かしいなと思ってね、買ってくれる人がいればなと思って調子に乗って買ったんですけど、いくつか売れて、で3つ残ってしまった。でこれをね外に置いておくと冬はダメですね。枯れてしまいます。観葉なので寒さに弱い。なのでね、これを3つね家の中にドドンと置いとくとものすごくかさばるので、小さくします。小さくしてお家の中にしまっておきます。これをねやるのを伸ばしして外に置いとくとダメになっちゃってコンポストに行っちゃうんで、もったいないからね、きちんとお手入れして家の中にしまいます。と言ってもね、切るだけです。これを思いっきり小さくします。目安はこの鉢の縁、もうねめくらめっぽうに切ってしまいます。この縁のラインに合わせてハサミを入れれば間違いない。ここから出るのは切っちゃう。で飛び出してるのも切る。とても小さくなりました。これね刺すときはね増えますよ、こういうのね。でも観葉植物今増やす時期じゃない。こういうのでも結局家の中に入れとかなくちゃいけないので、そんなね温室みたいなのありゃいいけど、ベランダにねハウスみたいにしてビニールして観葉置いといて大丈夫かなって言ったらダメだろう。ボイラーかなんかで火もさないとね、そりゃ無理でしょって言われました。で諦めます。そんなのは夢のまた夢。もうね、これ欲しい人いたらあげたいぐらいね。見てこの大きさの違い、ほらね、これを置いとくのとこれを置いとくのとえらい違いですよ、ね。この縁にハサミを入れて、でここからねはみ出してるとか全部切る。それでこの観葉植物の家の中での冬場の管理ですけれども、こんなんでいいのっていうぐらいしか水をあげない。普通乾いたらたっぷりとって言うんですけども、休眠状態というのかな、寒くなってくるとね観葉植物自体が寒いなと思ってちょっとお休みするんですね。眠るっていうか、それなので成長するっていうのがね、これぐんぐんまた今みたいにもりもり育つのは暖かくなってからなので、それまではお休みです。観葉植物もお休みしてる。なのでしかもねこれかなり肉厚な葉っぱなんですよ。ということはこの中に水を蓄えているので、そうね、この葉っぱがしなしなしてくるぐらいまではあげなくて大丈夫。こうやってねカーテンレールかなんかに引っ掛けておきましょうね。カーテンレールっていうのは外の温度に近いから本当は良くないんだけど、引っ掛ける場所なんてそうないでしょ。日差しはねあるから、カーテンレース越し、レースのカーテン越しに日が当たるような環境っていうのが一番いいんだけど、冬場は窓からの冷気っていうのがあるので若干ね弱いのは寒すぎるかもしれない。ただこれはね置く場所も少ないしね、過酷なカーテンレール越しで耐えても、で来年の春ね表に出す時には暖かくなって最低気温が3度5度ぐらいかな
夜中でも5度ぐらいになれば外に出せれると思います。で出す時にもいきなりカンカン照りじゃなくって軒下とか日陰とかね、そういうところから始めて外の温度に慣らしていきます。これは元来熱帯原産の植物のため10度以上で管理することをおすすめしますって書いてあるけど、半日陰がおすすめ。室内でも観葉植物なのでね、室内でも大丈夫だと思いますけど、うちは出せるものはできるだけどんどん外に出しちゃってますね。これさっぱりした丸坊主みたいですね。でここら辺のものは同じような理由で家の中に入れなくちゃいけない植物たちです。でこれね、全部入れるの大変だし、ハンギングにしたりとかね、寄せ植えにしたりしてちょっとキュッとまとめちゃおうかなと思います。こういうねちょっとかっこいい鉢、掛けありだけど管理いい加減なんで、でももともとかけてたので、これは家の中なので虫が出ても嫌だからね、オルトラが少し入れます。誰か来た。こんにちは。いる。キッチンでなんか作ってる。わかりました。うん。こういうのはね、ミニ観葉で買ってきて4寸で大事に大事に育てて大きくなりました。観葉は割と土を落としてしまっても大丈夫。ね、観葉って植える時に根っこを洗って、そしてハイドロボールみたいなのにね植えたりしますよね。でこれもこうやって回してみると正面がありますか。これ背中なので、背が高いので背中、ね、これを一番後ろに入れます。これもねシンゴニウム、小さかったポットを大事に大事に育てました。もともとは3.5 からこんなに根っこが伸びて、もう丈夫に育ってますね。これを寒さで溶かしちゃったらもったいないよね。赤いのも入れましょう。1本ずつにしてね。でヘナヘナの葉っぱは取る。下から順番に取った方がいいと。玉ねぎの皮むくみたいにね。だいぶ良くなってくるとこまで取っちゃいました。これもかな。このぐらいまで取りました。寂しい。でもね、いるだけで赤はね見えるから。これがペペロミア、違う、ピレアペペロミオイです。成長して子供がいっぱい出てる。子供はね見なかったことにして一緒に植えます。どこだ？うわ、ボリュームある。でポトス。ポトスも分けられるんだけど、一つの鉢にいっぱい入れちゃいたいのでギュッと。これがピレアグラウカグレイシー、モリモリのやつね。こんなモリモリ。観葉植物はね、ほんと水にさしとくだけでも元気ですから、あんまり正直言って土を選ばない。貧しい土でも育ちます。観葉植物の土って言って売ってるのは割と肥料気のない水はけの良い土ですね。これ観葉植物の土、これカインズのなんですけどね、主な配合原料名、赤玉土、鹿沼土、ヤシ殻、軽石パーライト、ゼオライト、化成肥料ね。腐葉土とか入ってないでしょ。牛糞とかね、そういうの入ってない。だから、ね、こんなこれでもね、ちょっと私から見るとちょっとなんかみじんが多いような気がする。なんかハイドロボールみたいのでも育てられるじゃないですか。割と水はけの良い土を入れます。でこれ伸び伸びのを植えてますから3発長めは切ります。
これはあんまり上手じゃないけどね、寒い外から避難しよう急いでの観葉寄せ植えです。いろんなの入ってます。シンゴニウムとかね、コンシンネラとか。これはね、名前わかんないの。あとはピレアとかね、ポトス、こんなんです。もうこんなの格安で売っちゃう。これはね、コチョウランが入ってた陶器じゃないかなと思うんだけど、観葉植物の避難用だからね、鉢もね再利用。こういうシミが出ちゃってる葉っぱは切ります。もう寒さに耐えてよく頑張ったね。急に寒くなったからで、もともとついてる土はちょっと落とします。なんか穴開いてるのを取ってるとね、小さくなっちゃった。外に置いとくとね、虫も食うし。ピレア、グラウカ、グレイシ、これ好きなんだけどね、室内用の寄せ植えとかあんまり作らないので、買ってはくるんだけども消費しないんですよね。でポットで置いとくとだんだん悪くなっちゃう。因果な商売ですね。だからこのピレア、グラウカ、グレイシーなんていうのは1ポット170円ぐらいなのかな。だから原価としてはこれ買ったらね、コスパいいですよ。観葉がいっぱい入ってる。でね、春になったら分けて植え替えればいいので、春になって分ける時には逆さにしてカパッと全部出して、で分けていけばきれいに剥がれます。で少し切り戻したりなんかして分けてください。山盛りですね。これは鉢の高さ以上に垂れてるので、こういう部分は切ります。パッツン切り、前髪切るみたいな、ちょっとこうなんかあれかな、ポトスならポトスだけの方がいいかな。でもね、いろんな観葉を助けたいので。これもね、スイカペペだったらね可愛いんだけど、スイカ模様のねペペロミアありますよね。なんかバッチリ切ったところがもろ分かり。バランスはね見ながら置いてください。これがねポトス2つ入れたのかな。ポトス2つ、ペペロミア2つ、ピレアを1つね。これも寒さから救出、急いで売っちゃおう観葉寄せ植えです。これポットも再利用なんだけどね、ハンギングだっていいじゃない。ポトスのハンギング。この子もいい。ペペ。ここで養生して、でもずーっとここでも大丈夫と思う。下がり系を入れます。もしゃもしゃだな。ちょっと表面のねボリュームが大きすぎた。末っ子がねあまりに休むのでね心配になっちゃって、なんかいろいろ言ってるけど実はごまかしてて会社辞めたんじゃないかとかね。でもこれから繁忙期になるのでちょっとした休憩みたいです。信じておきましょう。末っ子の一人暮らしもね秒読みなので、もう早く出てってくんないかなと思って。でもそうするとばあちゃんと2人だからね。
なんかストレス発散の場所が欲しくなる。何しろね、お友達が少ないからね、ついつい息子とかにね、飲みに行こうよとかなっちゃうんだけど、あんまりよろしくないよね。もう自覚はあるんで。よーし、もっさもさのハンギングできました。末っ子はね、実はね、稼ぎがいいんですよ。うちに5万入れて、車のローン2万払って、駐車場代1万払って、で、まあ今はね、彼女とかいないからあんまり使わないからかもしれないけど、それで毎月10万貯金してるっていうからね、実は3兄弟の中で一番金額的にはもらってるかもしれない。ただね、アルバイトだから。そういう割り切り方ですよね。アルバイトだけど稼ぐ昔そういうのありましたよね。なんか配達の仕事とかをがっちりやって、目標金額いくらとか言ってね、闇雲に働いて、福利厚生とかね、時間延長とかね、そんなあんまり気にしないでね。うちのも今は何の目標もなく、とりあえずお金を貯めると思ってるみたい。それにしてもね、貯めた分だけ出ていくからね、盗まれたりとかね。バイク盗まれて、もうバイクはもういいやってなっちゃったみたいですよ。保険会社にバイクの保険を止める電話をしてね、なんか知んないけど私が払ってたの、息子のバイクの保険。なんでだろう。それでなんだろう、この保険会社の毎月3500円とかの引き落としと思って、ちょっとわかんないんだけどとか聞いてみたら、バイクですねって言われて、ああバイクかってなって、それで息子が休みでいたからね、これどうやらあなたのバイクの保険らしいんだけどって言ったら、この間盗まれたやつだよって言うの。それでそれをその旨伝えたらね、じゃあ今月の引き落としなしで今月から止めます。それでね、なんか盗まれたっていう証明警察届けたんで、証明書を返送すれば、なんか等級を下げずに等級をキープして、次バイク買った時にね、その等級から始められるんですって、盗難の場合はっていう話を保険会社の人がね、音をスピーカーにしてね、話してたんだけど、そしたら、いや手続きしないでいいって言ってましたね。もうバイク乗んねえから、かわいそうに。なんかふてくされちゃって、これ入れたんだけど、もりもり伸びてるから長いところ切ってます。どこまで切ったら、ほら、ご立派。ポトスのハンギング。ポトスとピレア、グラウカ、グレーシー。これでね、なんとポトスなくなりました。これも格安で売っちゃう。これは買った人は家の中です。室内。家の中でこういうのかけとく場所ってどこだろうね。微妙になんかかける場所ないかもしれないけど、外に置いたら枯れます。まだ頑張ります。これはね、カゴなんですけど、カゴに普通のスーパーのカサカサ袋、レジ袋、これでいいんですけど、これを仕込みます。でね、不織布とかでもいいんだけど、四方八方から水が出ちゃうので、こういうレジ袋でこう下の方に何箇所か穴を開ける。こっちの方が底面からしか出ないのでね、いいと思います。縁からね、このビニールが見えないように、ね、それだけ注意して、ちょっとね、これが覗くと興ざめですからね。
コルトランと栄養少し。そしてね、ここにはピレアを入れます。ピレアグラーカグレイシーね、これを入れます。うわ、変なところで血入れた。もさもさです。ね、高さがあるところに置いてみないと分かんないので、こんなつまんないものに乗っけて見てみますね。これはピレアグラウカグレイシーです。本当はこうです。これでいいかね。これは7個詰め込みました。これピレアグラウカグレイシーを冬の寒さから助けよう救出作戦の寄せ植えっていうのかな。ピレアグラウカグレイシーだけのものです。でね、ここに取っ手がついて、持ち手があんまりもさもさで持ち手が見えないぐらいでね、本当ならこういうところに水苔を入れたりするんですけれども、これは安く売るのでね、入れません。あえて高くなっちゃうから。もうこれでね、本当に安く売ります。7個入ってるからね、定価で言えば 170×7 っていうのはいくつ ?7、7、4、19、7、8、9、10、11、1190円。中のピレアだけで1190円で、カゴがあるからね。でも安く売っちゃう。捨てるよりいいです。これラベル欲しいかな。1個ぐらい刺しときゃいいかね。これで売りに出します。観葉はね、まだまだあるんですよ。とりあえずこの子なんかすごい救急車。私ね、昔消防団に入ってたんですよ。うちの市がね、女の消防団を作るっていうののね、初期第1弾っていうんですか、初代の女性消防団員が、それまでね全然知らなかった消防関係のこととかね、救命救急についてとかね、勉強しましたよ。 AED の使い方とかね。これ3つ入れます。入るか、入れ。ね、救急車がピーポーピーポー言ってたのでね、ついつい消防の話しましたけど、この間ね、その時の、ずっと副団長で、私が辞める1年ぐらい前かな、団長さんになった方が亡くなってね、ほぼ同い年だったんですよ。寝耳に水っていうかね、びっくりしちゃった。お通夜に行ってきましたけど、大きなお葬式でしたね。でもなんか、私と同い年だから、なんか私はね、あと30年ぐらい生きるかなと思っているの。母と30歳違いで、母が生きてるから。ね、これがペペロミオイです。だけど、60で亡くなるなんてね、あと30年損したって感じ。ご病気だったみたいですね。なんかこれからね、悠々自適の人生だったんじゃないかなと思うんだけどな。何があるかわかんないね。これもね、冬の寒さから救出しよう作戦のペペロミオイルです。ちっちゃいよそれ。これはいちごの資材で買ってきたね、いちごの模様の入ったね、こっちが表、こっち裏はない。これでね、定価がね2400円のやつが1200円半額になってたんで買ってきました。これでね、まだまだ
寛容があるので、寛容をできるだけ使っちゃいたい。ある日突然くたっとね死ぬからね。でこれね高さがあるのである程度大きいのも入れられるでしょう。だからといってゴムの木すごい土に植わってるね。なんか灰かぶり姫、観葉土選ばないから。セロンちっとはほぐしてあげないとね。ドラセナちゃん、もっとわっさわっさしたものないかな。窓かずら、窓かずらっていうのはものすごいスコールが降るようなところで、スコールの激しい雨が葉っぱに当たって葉っぱが破けないように窓が開いてるんですって。豆知識。なんか色がついてるのを入れたいね。今新年このぐらいの色じゃ寂しいかな。よし、探してくる。使い物はこの子があった。アンスリウム入れちゃったらな、でかすぎな気がするけど。メイン、ほっ、超豪華。開店祝いとかで使えそう。何が入ってるのかな。手前になんかね垂らしましょうね。これでよかんべ。なんかちょっと寂しげをね、アンスリウムがすべて解決した。観葉の寄せ植えです。寒い冬から観葉を助け出そう。レスキュー寄せ植え。これヤフオクでね、だってアンスリウム入ってるもんね。アンスリウム、黒ゴム、窓かずら、これがドラセナで、セローム、ピレア、グラーカ、グレイシー、そしてペペロミオイデス、ね、いっぱい入ってますね。この子ちょっと出品期間長め設定でちょっと宣伝っていうか看板になってもらおうかな。